低刺激って一応主体です。おおむね初回は1個とか2個で細い針を使用していますので、痛みがかなり軽減される。そうですね、いろいろホームページ、いろんな、施設の見ると、体外受精って本当にやり方が様々なんです。それが顕著に現れるのが、排卵の誘発の仕方ということなんです。で、原則ですね、YSYC の、特徴として、なるべく、体に負担をかけない、自然に近い形で、採卵移植ができるような、そういうのが一応コンセプトとしてあります。でまず具体的にですね、じゃあ、初回どういうふうな形でやっていくかというと、おおむね、生理が始まったら、3日目前後ですね、生理の開始日から3日目前後に、来院をしていただくと。これがその周期のスタートになります。でまずその日に何を見るかというと、その周期にきっちり体外受精が進められるかどうか、それを血液検査でホルモンを見て判断をすると。場合によっては適さない場合はキャンセルをしたりすることもあるのですが、まず最初に血液検査をして、問題なければそこからスタートする、そういう流れになります。で、当院の刺激法ですね、排卵誘発の仕方は、低刺激、というのが、一応主体です。低刺激というのは、なるべく使う、薬剤を少なくする、方法で、具体的にはですね、内服薬がメインになります。で先ほど生理3日目の血液検査の結果が、良かったということであれば、その、生理の3日目から、お薬を、通常5日間、最初に服用していただきます。飲むお薬は何種類かあるんですけれども、まず、その内服薬をスタートして、その5日間飲み終わった後に、一度、その反応を、血液検査と超音波で見ます。それが生理の8日目ぐらいになります。これあくまで適宜変わることがありますので、おおむね参考としていただければいいんですけれども、でその8日目の日に、卵巣の、状態とホルモン値を見て、その時の、反応している卵胞の個数とか、ホルモン値の値によって、追加で、排卵誘発の注射をですね、使用する場合があります。おおむね1回か2回程度で、注射は済むのですが、それが、その生理の8日目にあたる日と、大体2日後あたりの10日目あたりに、もう1回注射をすると。で、そのまた2日後あたり、日数でいうと12日目ぐらいですかね。そのあたりで、成熟した大きな卵胞が育ってくることが多いので、じゃあそれを確認した上で、採卵の決定を行うという形になります。でスケジュール通りでいくとですね、その決定した日の2日後の朝、旦那さんに精子をお家で取ってきていただいて、それを持って、大体8時半ぐらいに今は持参していただくようになっています。で9時過ぎから採卵を始めるという流れになっています。ただ実際にそのホルモン値の値によってはですね、翌日に、ずれ込むこととか、あと午後になる場合、そういうケースがありますので、その時にケースバイケースで多少変わることはありますけれども、おおむね、2日後の朝に採卵するというのが多いというふうに言います。で、採卵当日のですね、麻酔を産むとかなんです。これもYSYC の一つの特徴なんですけれども、基本は麻酔をしないで採卵することが可能です。その理由はというと、一つは、先ほどお話しした低刺激というやり方なので、おおむね初回は1個とか2個で、採卵が終わる
なので、麻酔をしなくても、十分対応できる、そういった、状態なのと、あとは、使う針がですね、一般的なクリニックに比べて細い針を使用していますので、痛みが、かなり軽減されるということです。で、どうしても心配な方はですね、事前に鎮痛剤の座薬を使うとか、あとは膣の、針を刺す部分にですね、局所の麻酔を、スプレーしたりして対応することもできますので、心配な方は事前に言っていただければ、よろしいんじゃないかなと思います。そうですね、成熟度と倍性の違いですね。はい。卵はですね、基本的に計画的に採卵をした場合、成熟卵で取れることが多い、それを期待して取るんですが、どうしても卵子の成熟度っていうのは差があるので、採卵した時にまだ成熟し上がっていないケースというのがあります。で、当院では、基本的に成熟卵が取れた場合、あと当日の旦那さんの精子が問題ない場合は、一般的にはふりかけ法という方法を、お勧めしています。で、もし、精子を振りかけた後、数時間後に精子が卵子の中に入ってないということが確認できた場合は、そのまま追加で、顕微授精ですね、レスキュー育児という方法で、受精率を下げることなく対応することができるので、そういった方法を同時に併用して、行っております。で、もし未熟卵が取れたときですね、未熟な卵というのはまだその段階では精子を受け入れる力がないのですが、仮にその後成熟をしたとしても、成熟するまでに時間がかかった卵っていうのはなかなか振りかけた後ですね、受精率が上がらないんですね。ただ、その場合は、未熟で取れた後しばらく体外培養をして、成熟度が完全に成熟した状態になれば、その段階で旦那さんの精子を顕微授精で受精させてあげることで、非常に高い、受精率を得ることができるので、未熟卵にはそういった体外培養プラス顕微授精というそういった方法で対応させていただいています。